球の皆さんこんにちは、ケツくんと申します。ウルトラシリーズに限らず、アニメでもドラマでも漫画でも大体主人公側って正義として描かれていて、正義と悪の対決っていう構図が分かりやすくて一般化していますよね。でも中には必ずしもそうではない作品も一定数世の中にはあって、皆さんもたくさん目にしてきたことあると思うんですけど、ウルトラシリーズではどうかっていうことで、シリーズを通して人類が完全に悪役として描かれているシリーズはさすがにないんですけど、捉え方とか考え方次第でこれは正義とは言えないよねとか、場合によっては悪なんじゃないといった回やシーンがいくつもあるんですよね。今日はそういう回が多い代表例と言ってもいいウルトラセブンの中から2話ピックアップして、みんなで一緒にモヤモヤした気持ちになりましょう。もちろんウルトラセブンにはいろんな方向性のいろんな名作が数多くあるんですけど、今回はそういった方向性にのみフォーカスを当てていこうと思います。それではレッツもやもや。まずは第26話超兵器 R1 号。人類が侵略者から地球を守るために開発した惑星破壊用の R1 号という兵器は、なんと水爆8000個分の力があるということで、ウルトラ警備隊やら防衛軍が盛り上がっています。まあこの時期ありえないぐらい異星人たちから地球が狙われ倒してる時期ですからね。ダンも口ではすごいねなんて言ってましたけど、その表情は曇っていて、周りがこれで地球の防衛は完璧、地球を侵略するような惑星はボタン一つで木っ端みじんだなんて言いながら盛り上がってるわけです。まあほとんど古橋隊なんですけど、でどんどんダンの表情が曇っていって、アンヌの殿下のことねダンという問いかけもしかとするほど険しい表情になっていきます。でその後古橋隊員と2人になった時に抗議するんですよね。R1 号の実験は中止すべきですって言って。でも古橋隊員はいやいや防衛のために超兵器は必要だろうって言うんですけど、それに対してダンは侵略者はその超兵器に対抗してさらにもっと強力な新兵器を作りますよって言うんですけど、それに対して古橋隊員もいやいやじゃあもっとさらに強力な新兵器を作ればいいじゃないかって言って、それに対して超有名な名台詞が生まれます。でもそんなダンの不安をよそにR1 号の爆破実験がギエロン星を爆破の対象として行われることになります。おじさんの博士と美女の博士が2人出てきて、ギエロン星は生物がいないのでそこに R1 号を打ち込んで実験しますって説明してくれるんですけど、桐山隊長が念を押して本当に生物がいないんですねって確認するんですけど、絶対いませんってことで実験が行われました。で結果実験は成功してギエロン星は木っ端みじんに消えてなくなるわけです。実験が成功してみんな大喜びしていたんですけど、ダンだけは喜んでいないどころかちょっと怒っていて宇宙パトロールに出かけてしまいます。そこで緊急事態発生でギエロン星の方向から謎の飛行物体がまっすぐ地球に向かっていますみたいになって、ちょっと実験成功のお祭りモードに暗雲立ち込めるんですよね。でちょうどパトロールに出ていたダンが様子を見に行くことになったんですけど、そこでギエロン星獣を目の当たりにします。生物がいないと思っていたギエロン星に本当は生物がいて、 R1 号の爆発によって突然変異してギエロン星獣になってしまったんですよね。ここでダンは本当に地球を愛していたのならば妨害してでも止めるべきだったと激しく後悔します。ギエロン星獣はおいおいてめえらやったなこらということで地球にやってくるんですけど、これをミサイルで攻撃してギエロン星獣を見事撃破します。でみんな再び良かった良かったみたいな空気になって、美女の博士がギエロン星に生物がいないと思っていたのにみたいな感じでかなり落ち込んではいたんですけど、全体の雰囲気としてはもっと強力な R2 号 R3 号を作っていこうぜみたいな空気でした。それに対してランはおいおいこいつら大丈夫かみたいな顔してたんですけど、そうこうしている間にギエロン星獣が再生して再びおいおいおいてめえらやったなこらってことで暴れ出します。放射能を撒き散らしながら大暴れして、我々が発射した R1 号の放射能で東京が危険ですっていう、結果的に自分たちの放射能で苦しめられる結果になってしまいます。こうなったら R2 号で倒すしかないって言い出すおじさんの博士なんですけど、美女の博士の方は責任を感じてややネガティブというか冷静になっていって、 R2 号によってさらに強力な生物に強化してしまったらどうすると心配します。でなんやかんやでウルトラセブンが登場して割とがっつりというかギエロン星獣の片腕をもぎ取って喉を切り裂いて、なんならいつもよりもきついんじゃないかっていう倒し方をします。
でもまあこれは人類を止められなかった自分への戒めなのか、本当は倒したくないけどそんな自分の思いを打ち消すためにあえてがっつり言ったのか、それともそれを見せることによって人類へ何か伝えたいことがあったのか、いずれにしても何かしら込められた意味があったように個人的には感じました。自分の星を人類に爆破されたゲイロン星獣がセブンに腕をちぎられて喉を切り裂かれて、自分の羽が舞い落ちる綺麗な花畑の中でゆっくり死んでいく様子は何度見ても思うところがありますね。で、美女の科学者の方が、私はゲイロン星獣をどうしても憎むことができない、我々のせいでああなっただけで、もともとはゲイロン星に住むおとなしい生物だったかもしれませんみたいなこと言うんですけど、そう感じるのは当たり前ですよね。それでみんな反省して超兵器作りまくるのってどうなのってなって、 R2 号以降は開発中止の提案がされることになります。ちなみにこの時ダンは放射能を大量に浴びたせいで寝込んでいたんですけど、寝込みながらも寝言で血を吐きながら続ける悲しいマラソンだって言ってたらしいです。なんか俺ちょっとうまいこと言ったわって気に入ってたのかもしれないですね。この回で勘違いしちゃいけないのは、防衛のために兵器を作るイコール悪ではないということですよね。他のウルトラの回でも似たような議論が巻き起こる回ってあるんですけど、兵器そのものが悪なんじゃなくて、それの使い方だと思うんですよね。防衛のために持っておくのは悪じゃないのでごちゃごちゃにしてはいけないんですけど、それを侵略に使ったりするのはもちろん悪になるし、このエピソードでも言ってる人いましたけど、人類の兵器の威力を見せつけようみたいな考え方も良くないと思います。でも実際人類の作った兵器でゼットンやキング・ジョーを倒しているのも事実なんで、あくまで使い方次第だってことだと思います。もちろん全宇宙全世界の生命体が兵器なんて持たずに済む世界が理想ではあるというのは言うまでもないんですけどね。これ以上この話を進めるとウルトラと関係ない政治の話にまでなっていきそうなので、この辺にしときますけど、そういうところまで話が広がるような深い回であり、ウルトラセブンという作品の凄さ魅力の一つですよね。次は第42話ノンマルトの使者。この頃の人類は海底の開発を進めようとしていて、海底探査船が海底の調査をしているシーンから物語は始まります。そんな時ダンとアンヌは2人で海でデートをしていて、アンヌが顔だけ出して砂の中に埋まっているんですけど、これ一生懸命ダンが埋めたと思ったらめちゃめちゃ微笑ましいですよね。そんな中、アンヌが一人の時にある少年が話しかけてきて、お姉ちゃんウルトラ警備隊の隊員だろ、あれやめさせた方がいいぜ、大変なことになるぞみたいなことを言います。あれっていうのは海底の調査のことで、探査船を見てアンヌに訴えかけてきたというか、警告に近いことを言ってきたわけです。アンヌが顔だけ出して砂浜に埋まって遊んでる時に、ウルトラ警備隊の隊員って顔さして話しかけられたの恥ずかしすぎません？ゲス君だったら警備隊の隊員だろって言われても恥ずかしいので、違いますって嘘ついてしまいそうです。で、アンヌはそんな感じで軽く脅されてもめんどくさそうにはいはいみたいな感じで軽く流していたんですけど、ダンが戻ってきて、ねえダンと、変な子供に話しかけられて海底探査やめろって言われたみたいなことをダンに報告するや否や、as soon as ですよ。報告するや否や海底探査船シーホース号が爆発して沈没してしまいます。大変なことになるって言われて何がやねんみたいなリアクションしていた2人だったんですけど、それにはさすがに驚いて沈没したことと事件を予告していた少年がいたということを報告します。で、一生懸命その少年を探していたんですけど、そんな中少年から電話がかかってきて、人類が海底を侵略したら戦うよ、海底はノンマルトのものだから侵略するなら大変なことになるよと警告の電話をかけてきます。めっちゃ怖いですよね。ここでノンマルトという単語が出てくるんですけど、ダンは心の中で M78 星雲では地球人のことをノンマルトと呼んでいる、これはどういうことだみたいなことを言っているわけです。 M78 星雲では地球人のことをノンマルトと呼んでいて、人類が海底を侵略したらノンマルトは人類と戦うよと言われている。なんかかなり雲行き怪しいですよね。それでみんなで少年を探していて、アンヌがついに見つけて話しかけるんですけど、その時に衝撃的なことを言われます。少年が言うには、もともと本当の地球人はノンマルトで、今の人類は自分たちを地球人と思っているかもしれないけど、本当は侵略者だよ。遠い昔に人類の侵略によってノンマルトは海底に追いやられたっていうんですよ。
で少年は海に消えていって、その後ガイロスというノンマルト側の怪獣が現れて暴れます。ガイロスを一時撃退するんですけど、また連絡が来てマジでやんぞみたいな感じになって、人類の戦艦を利用されたり、ガイロスがもう一回出てきたりして、がっつり戦争が始まってしまいます。双方被害が出ていますから、もうこうなってしまったら止まらないと言いますか、どうしようもないような状況になってしまって、セブンが変身しようとするんですけど、例の少年がダンの前に現れて、ノンマルトは人間より弱いんだ、やめてやめてと言って必死でそれを止めようとするんですよね。どっちにしろ戦争を止めるためにセブンが変身しなきゃいけないのは間違いなかったとは思うんですけど、まさに悲痛な叫びといった感じで心に響くシーンです。海底でもノンマルトとのやり合いが続いて、ノンマルトは人間より弱いという少年の言葉通り、人間側がノンマルトを蹂躙するんですけど、桐山大将が我々より先に人類がいたなんて、いやそんなバカな、やっぱり攻撃だって言ってノンマルトの海底都市を壊滅させます。そしてノンマルトの海底都市は完全に消滅した、我々の勝利だ、海底も人類のものだって叫んでました。みんなはめでたしめでたしな空気なんですけど、ダンとアンヌだけは明らかにモヤモヤしていて、もし本当に今の人類が侵略者だったらって考えで、めでたしめでたしとはなってないんですよね。で最後のナレーションで、それにしてもノンマルトが本当に地球の先住民だったかどうか、全てが消滅してしまった今、永遠の謎となってしまったわけです。で終わるんですよ。いやきっつ。昔からのウルトラファンの方からしたら、ああまたその話ねってなるくらい本当にずっと語り継がれている回なだけあって、簡単には消化できないというか、本当に考えさせられるというか、モヤモヤした気持ちになる回ですよね。そういう回が複数あるのもウルトラセブンが名作と言われている要因の一つですよね。ノンマルトの言葉通り本当に人類が侵略者だったかとか考えたくもないですけどね。人類よりはるかに長生きな M78 星雲の人が地球人のことをノンマルトと呼んでいて、海底の民も自らのことをノンマルトと呼んでいて、かつて侵略者の人類に追いやられたと主張している。どう捉えるかはあなた次第です。ちなみに平成セブンではこの回のほぼ続編という感じの回があります。パラレルの世界での話なんであれなんですけど、気になった方は見てみてもいいかもしれません。ウルトラセブンのこういう回ばっかりがピックアップされがちですけど、他にも全然違った方向性での名作回たくさんありますし、まだ見てない方がもしいましたら、ぜひ全部見てください。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。